ーチトラベルです。先日ついにオープンした羽田エアポートガーデンへ行ってきました。空港を利用する旅行者の皆さんはもちろん、普通に遊びに行っても楽しい施設ですので、こちらの動画でまず全体像をチェックしてみてください。こんにちは、マーチトラベルです。私は今羽田空港の国際線ターミナルへやってきました。第3ターミナルへやってきました。3年ぶりにこちらに来たんですけど、もうワクワクが止められません。でも実は今日は海外旅行に行くわけではないんですね。国内線で那覇から帰ってきて、こちらの羽田空港に帰ってきたところなんです。で、新しい商業施設ができたということで、これからちょっと見に行きたいと思います。いつものおなじみの JAL カウンターです。早くここから出発したいです。海外に。ただいま3階の出発ロビーから2階の到着ロビーに移動中です。今2階の到着ロビーに来まして、京急の乗り場があるんですけど、こちら側にできたようです。これから早速行ってみます。こちらの左側がいつも使っている駐車場です。いきなりなんかすごいかっこいいのができました。ちょっとびっくりです。2023年1月31日にグランドオープンした羽田エアポートガーデン。何度も通っている見慣れたこの場所が華麗に変身していて、もうびっくりです。思ったよりも結構大きくて、大きく5つのセクションに分かれているようです。それでは早速行ってみましょう。こちらホテルの中でございます。すっごい高級感あって広々しています。そしてなんとこちらは空港なのに24時間営業の天然温泉があるんです。こちらはホテルの宿泊者以外も利用できるそうですよ。飛行機や富士山を眺めながら湯船に浸かれるなんて最高ですね。こちらはジャパンプロムナード。日本の伝統的な雰囲気を味わえるお店がずらーりと並んでいます。日本茶や洋傘、ベーカリーやペーパーグラス、コーヒー器具や甘味処、そして骨伝導イヤホンのお店などいろいろ並んでいまして、もう見てるだけでワクワクしてしまいます。日本の方はもちろん海外からのお客様にもたまらないラインナップです。こちらは羽田参道。海外に持って行って外国の方にプレゼントしたくなるような雑貨などもいろいろ並んでいます。お箸や帽子、
靴下、シャツやおせんべい、きんつばのお店もあります。わあ、将棋の駒だね。大丈夫です。面白い。外国の方が好きそうな、日本の世界遺産が描かれているお箸もあります。今日本の刃物がすごい人気だと聞きました。切れ味が抜群で世界中で人気があると聞いています。こちらは日本を代表する文具メーカーのお店。定番の文具に加えて海外の方へのお土産にぴったりの商品もあります。そしてなんとこちらは文具の自販機まであるんです。しかも4カ国語に対応しているようですよ。すごいですね。紀ノ国屋も英語綴りでございます。これとそれパス3000円じゃないですか。すごい、紀ノ国屋さんエコバッグがめちゃめちゃ充実しています。すごい数がある。下の階にはバイラン、中にあんかけが入っている美味しい焼きそばで有名なバイランとか、あとカレーは日本の国民食っていうお店もあります。わ、すごい、思ったよりもすごい広いです。かなりお店が充実しています。空港の中にできた商業施設ということで、正直そんなに大きくないんじゃないかなって勝手に思ってたんですけど、予想以上にかなり広くて、実は一つ一つお店を撮影させていただこうかなと思って、外観だけでも撮らせていただこうと思ったんですが、とても無理なぐらいすごくたくさんあります。そしてやっぱりニューオープンということで、オープンしたばっかりということで、すごい活気があります。こちらはラーメンやお蕎麦、そしてデリーとか、あと溶岩ステーキなどがあります。フードホールみたいです。
な鎌倉もありました。外国のお客様にも大人気、鎌倉のラーメンもあります。これもそそられます。5時からオープンらしいんですけど、あと10分ぐらいなのでちょっとうどん屋さんに並ぶことにしました。こちらとこちらを注文しました。群馬の郷土麺ひもかわの名店に入ってみました。皆さんひもかわってご存知ですか？私は多分初めてか2回目くらいに入ったんですけれども、幅が広くて薄い麺っていうことなんですけれども、麺好きの方にはね、ぜひぜひお越しいただきたいと思います。通常の麺とやっぱり違って幅が広くて薄いので食感もだいぶ違いまして、つるつるもちもちですごく美味しかったです。黒豆茶、お店でいただくのは初めてかもしれないです。家ではね飲んだことありますけれども、黒豆茶体に良さそうです。今回はオープンしたばかりの羽田空港隣接の施設、羽田エアポートガーデンのご紹介でした。羽田空港を利用する旅行者の皆さんはもちろん、普通に遊びに行っても楽しいところだと思います。日本の良さを再発見できるような商品やレストランがいっぱいありまして、ぜひまたゆっくり行ってみたいんですけれども、個人的には温泉に行きたいと思っています。飛行機や富士山を眺めながらのんびり天然温泉に浸かってみたいです。こちらのチャンネルでは旅行を中心に東京のグルメスポットなどのご紹介もしています。よろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。